正直冷えていたし、全く美味しくなかった。だけど君というスパイスがチキンを美味しくさせたんだ。わー、すげえ。結構深いのかなこれ。1度ぐらい。ああ、柔らけえ。この後きっとエッチなことやるんだろうな。僕のヘルメット 0.02 もね6個無駄になってしまうっていうのが可能性が濃厚でございます。今日これからなんですけども、一回ね、あやちゃんは一回帰って、僕はね IT パークとか3時がチェックインなんで、それまで適当に時間潰してから、チェックインしてみたいな感じで、多分またあやちゃんと合流してって感じになると思うんですけど、っていうスケジュールで考えております。なのでね、この3日目のスケジュールがほとんどなくなっちゃったんですよね。急にねなくなっちゃいました3日目でちょっとゆっくりした感じなのかな。ここねちょっとねあまりにも食わなすぎてですね、若干体調いつものことが悪くなってってのもあるんですけど、そんな感じでね楽しんでいこうと思いますので、ぜひぜひ見ていってください。3日目もよろしくお願いします。ホテルを出る時間でございます。3時チェックインの11時チェックアウトなんで、皆さん2泊した方がいいですね。というのもね、プールがさ、3時のチェックインだと結構微妙じゃないですか。できればもうちょっと早く入りたいっていうのもあるし。で、3時までの時間だったら連泊のお客さん以外は入れないと思うから、そういうのも考えると、もう1泊しても正直良かったかなっていうところでございます。本当に評判通りのいいホテルでございました。じゃあ、行きましょうかね。ゴー。出ます。バイバイ。とりあえずね、さっきも軽くお話ししたんですけど、ちょっと買い物だけして一回帰ってって感じですね。またね、どうせすぐ合流するんで、そしたらねまた撮ろうかなと思います。チェックアウトだけしちゃいましょうか。いや、ほんとよかったわ、ここのホテルマジでね弱点がないですね。さすが4スターですね。いつか5スター泊まりたいな。あげてくださいじゃあチェック、あれか、チェックアウトドロップボックスでパッと入れて入るような形式っぽいです。このままいいのかな。はい、これでチェックアウト終わりです。よかった。ちょっと暑いなこれ。プール日和なんだけどな入りたかったよ。Ready to be a switcher? Yes, Mom. For the Watson's Brand products, turn your shopping in-store or online. Switch to Watson's Brand and save now. 何やってんだ今ね、あやちゃんとパークモールで別れてタクシーに乗りました。パークモールに泊まってるね。とりあえず IT パークまで今から行きます。でなんですけども、ワトソンで買い物したいみたいな感じだったから、何でも買っていいのって言って、いいよって言ったらね、結構バンバン買ってちょっと買いすぎだろうっていうレベルまで買っててですね、出してあげたんですけど、だいぶ悩みましたね。ある程度だったら別にいいんですけどね、1000ペソ2000ペソとかだったら全然出すんですけど、2000円ぐらいで収まるかなと思ってたんですけどね、もうそれどころじゃなかったんで、別に怒ってるわけではないんですけどね、こんな表情でございます。マジかっていうね。IT パークやってまいりました。さらに嫌なことは続くみたいでございましてですね、今回泊まるアビダのタワー、前回ね泊まったコンドミニアムなんですけれども、僕ね前回と同じ塔、アビダタワーって確かね1から5ぐらいまであるんですよ。1が一番古くて、数字が大きくなるにつれ新しくなっていくっていう感じなんですよね。なんですけど、なんかね僕4で予約したのに2になってるんですよね。絶対2とか古いじゃんっていう感じなんですよね。ちょっとまだ中入ってないから分かんないですけど、今から不安でございます。ここでちょっとしたプチ情報を皆様に共有したいと思います。今ここアヤラモールのセントラルブロックっていうところにいます IT パークですね。こちらをご覧ください。
コアパシフィックマニーエクスチェンジっていうのがございます。お金が今あんまりないから両替しようかなと思ってどこがいいかなと探してたんですよ。でここね、なんとね 0.2790 でした。ふざけてんのか、高すぎやろ、やばいっすよね。だから1万円を両替したら2790ペソもらえますよっていうね、とんでもない金額でございました。絶対行かないでくださいね。次ね、話しながら歩いてるんですけど、歩いてちょっと右の方に行くとですね、こっちにねもう一つ両替所があるんですよ。これですね、マネーフォレックス。ここはね 0.355 ですね。つまり1万円両替したら3550ペソもらえますよっていう計算ですね。あまりレート良くはないです。というのもね、昨日マニラで行ったやったら並んでるとこあったじゃないですか。あそこがね 0.38 ぐらいだったんですよね。だからさっきの2700っていうのはマジで狂ってますよ。絶対あそこ両替しないでください。でここも別にレートは良くはないです。皆さん気をつけてください。アヤラモールのセントラルブロック両替所が4階のところですねに2つあります。全然良くないです。以上です。パルクスコーヒーっていうんですかね、ちょっと読み方わかんないですけど、そこに来ました。ここ覚えてますかね。ちょっと今木で見えないんですけど、前アーチみたいなのがかかっててウェディングみたいなことやってたところですね。でこちらね頼みました。マンゴージュースとねピザブレッドを頼みました。これで340ペソですね。190ペソと150ペソ。めっちゃうまい。これ150ペソです。そしていただきます。好みじゃない可能性はあるかもしれん。好みではないです。でも好きな人がいるんじゃないかな。時刻は2時でございます。2時から入れるみたい。3時からって最初言われてたんだけど、でもナンバー2はどうなんでしょうね。ナンバー4だったから予約したんですけど、とりあえず行きますか。着きました。ここですね、アビラタワーリアラ。ちょっと心配ではあります。こちらですね。タワー2はもうこっちですね。すぐのとこですね。タワー 2？ なんか下に降りてからね入れって今警備員の方に言われた。どっからねナンバー2入るか分かんなかったんですよね。あ、入り口ありますね。なんかすげえうんこ臭い。臭いおい。じゃあ2階に行きましょう。そのまま空いてるらしいですよ。こちらですね。やっぱり4と比べてだいぶ違いますね。だいぶ古いというかね、しかも2階だからな、ゴキブリ出ないかな。それだけが心配なんですけど、ここですね。ルームツアーもしたいんでちょっと待ってくださいね。じゃあルームツアーやりましょうか。テンション低いの分かります？はい、まあいいや、行きましょう。214号室アビラのタワーの2ですね。4じゃなくて2でございます。入っていきます。はい、じゃーん。まずご覧ください。分かりますか？クソですなんだこれ、嘘でしょ。まずね、もういいや、なんか紹介すらしたくないもんなこれ。まあベッドもなんか若干汚いし、エアコンはねがっつり効くんですけど、ここによくわからないマットレスがあるんですよ。めっちゃ汚いですねこれ。映像だとわかんないかもしれないですけど、めっちゃほこりかぶってるなこれ。こんなの置くなよって思うんですけどね。設備はね一通り揃ってるっちゃ揃ってるんでしょうけど、これはいいとしましょう。じゃあ次こっちですね。お手洗い。これめっちゃゴキブリ出そうじゃないね。そこに入んの分かる？そこに便器のとこ。飛んじゃったかな今。いたんですよ。マジか。でね、匂いもなんか若干臭いんですよ。これ分かんないと思うんですけど、臭いんですよね。なんか虫でも出たのかな。それで、ね、消毒とかしてんのかな。電波も悪くてですね、ここ来ると若干なんか繋がりにくいっていうのもあって、で無料の Wi-Fi もあるって言ってたけどないし、やばいっすねここ。騙されました。以前泊まった4号棟はすごい綺麗で良かったんですよ。4はめっちゃ綺麗なんですよ。でも2、これは汚いっすよ。汚いっす。これね、あやちゃん連れてこれないよこんなの。そんな状況ですね。これはひどい。しかも今回4号棟で行ったのになぜか2号棟になってたから、
今回アゴダで予約したんですけど、文句言ってキャンセルできないかって、もうこれだったら金払っていいから別のとこ行くわって感じなんですよね。これきついわ。ここに泊まりたくないな。なんか汚いんですよね。ただね、これはひどいわ。しかもさ、お尻プシュってやるやつがないんですよ。で手置きみたいなの置いたの見えます？これシャワーのとこにこの位置は見えないから中入りたくないもんな。汚いし、ごめん、ちょっとね口悪いですね、ごめんなさい。ただね、だって場所が違うんだもん。それは文句出るでしょ普通に。4だと思って泊まったら2でさ、なんかクソ汚いしさ。アゴダしっかりしてくれ。アゴダに騙されたわ。でね、連絡とかメールしてるんですけど、ここのオーナーさんっていうかで返事なかったんですよね。でもまあいいやと思ってそのままスルーしてここ来たんですけど、これはきついな。で多分連絡取れないと思うから、場合によってはキャンセルだね。これ金払ってでもちょっと別のとこ泊まりたいなっていうのは若干あります。そんな感じです。プールのところまでは来てみました。プール自体は全然悪くないですね。1と2が共用なのかもしれない。こんな感じのプールです。これは正直いいです。このプールは全然 OK ですね。だいぶいいです。ただ部屋きついよ。これ無理だよ。1人でもちょっと嫌だな。今まで泊まったとこと比べてもだいぶきついっすね。ベトナムで1人で泊まった安宿レベル、それよりやばいかもしれない。3500円ぐらいだったんですよ1泊。安いなと思ったんですけど、困ったな。ホテル買えるかもしれないです。あまりにも電波が悪すぎてですね、プールのところで外なんですけど、それも電波悪くて全然繋がらなくて、コンドミニアムの前までこう出てきてですね、アゴダさんに LINE を送っております。4とか5とかだったら止まるのは全然ありだと思うんですけど、1とかにはマジで止まんない方がいいと思います。よかった、いい情報提供できたわ。連絡ずっと取ってたんですけど、ホテルは変えようと思います。今回ね3泊分コンドミニアム予約してたんですけど、泊まりたくないなと思ってアゴダにもね行ったら提携の会社に行って、今回答待ちですみたいな、3日以内に連絡しますよみたいなこと言ってるんですけど、3日行ったら帰っちゃうじゃんって話なんですね。なんでホテル変えようと思います。まあ別のとこ泊まっていきましょうか。そっちの方がいいっすね。僕もう移動しちゃいます。ホテルっていうか出ます。あまりにもひどい。これは前回泊まった4号棟の方はぜひ動画見ていただきたいです。すっごくいいです本当に。これで 4,5 千で泊まれるんだったらもうガチで最強っすね。でこちらまず入るとね、すぐにこのように花とですねテーブルがあります。美しい。でね、これベッドふかふかなんですよ。めっちゃこれいいベッドです。お風呂ですね。ですがね、とても清潔で綺麗です。明らかに綺麗なんですよ。まずご覧ください。わかりますか？クソですね、まあベッドもなんか若干汚いし、ただねこれはひどいわ。お尻プシュってやるやつがないんですよ。で手置きみたいなの置いたの見えます？これシャワーのとこにこの位置で見えないかな。皆さん気をつけてください。アビラタワーリアラだったら2がダメ。2以下っていうかね、1も2もダメですね。3は分かんないんですけど4はすごく良かったです。気をつけてください。僕じゃあちょっとね移動しようと思いますんでね、ホテル変えます。今からね場所でエースフォーチュナーストリートの方 JTB があるエリアですねに移動しようかなと思っております。アゴダでも連絡取って多分ねしてくれるとは思うんですけどね、結構ね強めにチャットしちゃいました。まあ注意ですね。みんな大好きエースフォーチュナーストリート到着いたしました。やっとねホテルの前に来ております。すごくね遊ぶにはいいような立地でございます。もう歩いてすぐね JTB があるような通りですね。で今回変えたホテルがこちらでございます。ご覧ください。森山ホテルさんでございます。値段はね急遽取ったんですけど、1泊3800円ぐらいだとなんか税金込み、それを200分取ってだいたい9000円ぐらいでした。今ねちょっと先にチェックインだけして中入っちゃったんですけど、全然悪くないですね。安いんですけどさっきのと比べるといいかなって感じです。全然いいです。僕一人だったら、今後泊まるのもありかなって思っちゃいました。じゃあ早速中に入ってまいりましょう。こちらでございます。入るとねすぐロビーみたいなのがあって、チェックインカウンターが左手にございます。最初にねデポジットで1000ペソを渡して、何も問題なければ最後帰ってくるよっていうシステムですね。
すごいね、感じがすごくいいんですよ、スタッフのね。チェックインのタイムが PM2 時、チェックアウトが12時。ちょっと長めですよね。延長ができるっぽいですね、これ見ると。アーリーチェックインやレートチェックインもできるみたいです。1時間100ペソで長く入れるよってことですね。4時間、セットもあるのかな、こういうのもあるみたいですね。結構中途半端な時間にさ、なんか10時とかに出てけって言われて何もやることないと結構きつかったりするんですよね。そういう点、ここで休めるのはいいかなと思います。中はね、こんな感じですね。1階がこんな感じで座れるようなスペースがあって、で、お手洗いですね。こっちにある、見えないかな、ここにあるみたいです。で、上にこう上がっていくんですけど、若干めんどくさいのがね、ぐるぐる回んないといけないみたいな、プレハブ小屋的なね、感じの作りなんかなっていう感じです。僕結構高いところがマジで怖いんでね、ちょっとね、こういうとこ足がプルプルしながら歩くような感じになりますね。今回ね、私303号室に泊まります。こちらですね。はい、中に入ります。セキュリティバッチリですね。じゃあ早速ルームツアー行いましょう。サクッとやっちゃいましょう、ルームツアーね。まずこんな感じですね。ベッドシンプルでいいです。普通にですね。テレビもがっちりあって、エアコン、これもエアコンね、ちゃんと効くんでね、いい感じですね。冷蔵庫とかもいろいろありますね。で、ここにね、バスタオルとアメニティキットもあります。これ見えますかね、こんな感じ。歯ブラシとか入ってますね。歯ブラシ2人分ですね。で、次こちらお手洗いですね。これね、おしプシュってやるやつがね、ちゃんとあるんですよ。これ見えるかな、トイレの左側でシャワーもありますね。ちょっとお湯出るかは確認してないんですけど、今確認しちゃいますか、せっかくなんでね。シャワー出ない。ね、水弱い。ちょっと待って、水は弱いですね。はい、ちょっと気まずいから紹介してんのに、シャワー出ないです。で、ちょっとこれは大問題だな。はい、フロントに行こうと思います。そんな感じですね。お部屋自体今のところ全然 OK ですね。水とかドライヤーとか全部あるんで、ここはね、全然一人泊まるのはありです。ただね、若干作りがね、壁とか薄そうだから、連れ込んでエロいことして大声出したらやばいと思います。はい、それぐらいですね。じゃあそんな感じでございます。これからね、あやちゃんと合流していくんですけど、その前にね、ちょっとこれシャワー行きましょうか。エレベーターないのはいいんですけど、階段ぐるぐる回るのがだいぶめんどくさいっていうのはありますね。あとね、怖い、単純に怖い。今言ったところ以外は、シャワー以外は今のところは全然問題なくいいところだなって思いました。で、価格もね、安いからね。いや、シャワーだけはな、ちょっと欲しいな。最悪水でもいいからシャワーは欲しいですよね。5 minutes after water shower, okay? Hot water, じゃあ、okay. Thank you. あやちゃんと行きます。昨日のホテルと比べてやっぱだいぶ下がるんで落差もあれなんですけどね。でもね、この子言ってくれたんですよ。あなたと一緒ならどこでもいいわみたいなね。嬉しいですね。多分ちょろいです。ちょっとセクシーですね。なんか服が綺麗で、グッドグッド。ちょっとね、休憩してご飯食べに行こうかなと思ってるんですよね。そんな感じのホテルでございました。5分ぐらいしたらなんかちゃんとシャワー出るよって言われたんで、ちょっとね、お湯も後で出るって言ったからチェックもしていきたいなと思います。それ以外はね、今のところすごくいいホテルでバッチグです。見てください、この子やばくないですか？こんな感じで可愛いことね、イチャイチャしながらもエッチなことはできないんですけど、そんな感じで楽しんでいこうと思います。じゃあ続きいきましょう。この後どうなったかをお話しします。3日以内とのことでしたが、割とすぐに連絡は来ました。結果保証会社が間に入って 20% だけ返すと言われました。納得がいかないので何度もコンドミニアムが違うのにおかしいと言い、私はモンスタークレーマー化しました。旅行終了後も何度も連絡しましたが、担当が変わるたびに以前話した状況を再度聞かれたり、棟が違うところでも住所が一緒だから無理、オーナーと連絡取れないから無理と一点張りでした。旅行終了後もおかしいと言い続け、アボダコイン 30% と現金 30% 返すと言われました。最初からそういえばある程度納得できたのに、ここに着くまで旅行終了してから数週間経ってます。
LINE で問い合わせていましたが、おそらくこちらは日本の部署かと思われます。あまりにも対応がひどかったので Web から問い合わせしました。こちらは多分海外のセンターにつながってると思います。相当ごねたので上にも話は伝わっているようでした。初めは似たような対応でしたが、数日後連絡が来て全額返しますと言われ、最終的には全額返金されました。どうやらアボダは仲介でホテルを管理しているらしく、緊急時も対応してくれません。他の方からもトラブルを聞く通り、大切な旅行に行くときはマジでアボダはおすすめしません。トラブルがあった際は必ず LINE ではなく海外の窓口に問い合わせてください。皆さんの旅行の時間を無駄にしないためにもアボダは本当おすすめしません。